I'm always heading your way, and I know exactly what I'm looking for. And as we go, I'll keep running till I can't no more. You'll always be the one I want at midnight. You'll always steal my breath away, yeah. You'll always be my heart and my life, every second, every day.今日は新潮文庫の100冊からと夏市から1冊ずつ本を買ってきたので紹介します。まず最初に新潮文庫からはこちら買いました。芦沢陽さんの許されようとは思いませんです。これあらすじからもうなんか恐ろしいというか嫌だなって思って買ったんですけど、読みますね。これでお前も一人前だな。入社3年目の夏、常に最下位だった営業成績を大きく上げた修也。上司にも褒められ誇らしい気持ちに、だが売上伝票を迎えして全身がこわばる。本来の注文の11倍ものご受注をしていた。でもこの物語が目撃者はいなかったっていうやつで、これから始まったんですけど、これがね本当にもうそこまでにしといてっていう感じで、本当に読んでるの辛かったです。なんだろう、全部結末がちょっと怖くなるですよね。結末が怖く、読んでて怖くなるものの詰め合わせというか、私はこの目撃者はいなかったと、ありがとうばあばと姉のようにが好きだったんですけど、目撃者はいなかったはもうなんだ、悪いことして生きた心地が しない感じがずっともう辛い感じでしたね。で、ありがとうばあばは最後にゾワッとする終わり方で、姉のようにはもう完璧に騙されたっていう感じで、読み終わってからまた最初のページに戻って、あー騙されたってなりました。一番、好きだったかもしれない。短編なのですごいサクサク読めるんですけど、すごい嫌な気持ちになるしズンとするので、ゆっくり少しずつ読んだ方がいいかもしれないですね。
でもすごい面白かったです。読めてよかった。なんかこれじゃなくて汚れた手をそこで拭かないってやつも芦澤洋さんの短編集で同じような感じだったので楽しめました。好きな感じで。私はもう読み始めたら気になっちゃって一気読みしちゃいました。もう買ってきてその日買ってきてすぐ読み始めちゃいましたね。やっぱ買ったらすぐ読みたくなっちゃうんですよね。イヤミス好きじゃない人は読んでみてほしいです。で、夏市から選んだのはこの我が友スミスっていう本です。ボディービルの大会を目指す話なのかな。まだ読んでないんですけど、前代未聞の筋トレ小説、芥川賞の候補作とかにもなってた作品みたいですね。これを語りを通してはインスタでフォロワーさんが教えてくれて面白いですよって教えてくれたのでちょっと気になってたので買ってみました。ちょうど夏市になってたので夏市の選ばれてたのですごいタイミングいいなと思って買ってきちゃいました。これはちょっとだけ電車で読んだんですけど、最初から筋トレ器具の名前とかいろいろ出てきてちょっと知らないこと知れそうだなって思ってます。面白そう。我が友スミスもなんか筋トレ器具の名前でした。でこの2冊を買ったんですけど、ブックマーカーはこれピントが合わない、このちょこんと覗いてるヨマニャにしました。ヨマニャクリップかわいい赤いやつ。新潮文庫のしおりはこのアイスにしました。夏っぽくてかわいい。でこのしおり見てるだけでも楽しいじゃないですか。私江国香織さんとか読んだことなくてなんか読んでみたいなと思うんですけど未だに読めてないです。買えばよかったかな。あとは気になってるのがどれだろう。これ真相をお話しします。文庫化されてて気になってます。これも読みたいなって思うけどこの表紙がすごい不気味で怖い。あとはこの貨車も気になってます。ずっと気になってるけどずっと読んでない。買ってもいない。このひまわりの咲かない夏とかも読んでみたいけどまだ読めてないっていう感じですね。この2冊買いに行った時はすごい急いでたのでもう目についたやつバッて買っちゃったんですけどまたゆっくり選ぼうかな。でも選ばれていないやつ以外の方が読みたいのいっぱいあって多分そっち優先すると思うんですけど、夏市だったら夏市だったらなんだろう。この事故物件いかがですかってやつも気になりました。これこっち続編なのかな。なんか2個ぐらいあってすごい内容面白そうだなと思って原田ひかさんのやつ気になってます。
あとこの隣はシリアルキラーも気になったんですけど、これ見た時にこのギリギリザーっていうのがなんか怖くて、ホラーみたいと思って怖いなと思ってちょっと買うのやめちゃいました。あとはこのブレイクニュースも読みたいし、そうですね、これも気になります。これ自由でいいのかな、自由も気になりますね。あとこのオーラの発表会もすごい表紙可愛くて気になる。綿谷りささん、ときめく本なんだ。あの子は貴族もちょっと気になってますね。あとこの村井山由佳さんの命取られるわけじゃないっていうエッセイ、猫エッセイもすごい気になってて、この前コメントでもおすすめしてもらって、あ、やっぱり欲しいなーって思ってますね。かわいい猫ちゃん。アナログも結構前気になってたんだけどな、なんか読むタイミング逃しちゃった感ありますね。っていう感じかな。これ見てるだけでも楽しいですよね。大事に取っておこうと思います。あと1冊買った本があるんですけど、それがこれです。近親殺人、家族が家族を殺すとき。これは今そのノンフィクションとかルポを読みたいなと思ってて、 YouTube に書いたらコメント欄で教えていただいて、こういうの読みたかったと思ってこれ買いました。これもすぐ読みましたね。読んだんですけど、読むタイミングがちょっと夜の時間しか本読む時間取れてなかったので、その夜読んでたんですけど、すごい気分がへこむというか、気分が悪くなるというか、もうやっぱり重い内容なのでちょっとやられましたね、気持ち的に。でも読んでよかったです。日本の殺人事件の話が家族を主とした親族間で起きているっていうことで、内容ももうまさにそれでしたね。近親殺人っていうらしくて、なんか実際のメールのやり取りとかもそのままやっぱ残ってて、もうそういうのもすごい苦しくなりましたね。なんか親の介護をもう放棄しちゃったりとか、あとはもう引きこもりでどうしようもなくなっちゃったりとか、もう貧困、お金なくなってもう心中するしかないってなった事件とか、あとは老老介護殺人っていうのがとか、貧困とかっていうのはなんか自分の身にもすごい起こりそうだなと思って、すごい不安になったし、人事じゃないなっていうのが一番でしたね。なんか全部人事じゃないんですけど、特にこの2つはそうでしたね。ニュースとか見てても全然深くまではやっぱり報道できなかったりもするし、こういうのを読んで別に知らなくてもいいことかもしれないけど、私はすごい興味があるというか知りたいので、なんか重い気持ちになっても
読むんですけど、こういうの結構好んで読んでますね。重たいけど今後もなんかこういうのまた読みたいなって思います。また探してきます。という感じで最近の購入本3冊でした。皆さんも夏市とか新潮文庫で何買ったのかぜひコメント欄で教えてください。よし、じゃあこれ読もうかな。今日はこれ読みたいと思います。あとスピンも買いました。スピン8月号すごい可愛くてここに飾ってます。Asked your father for your hand, but it didn't matter what he said. The thought of you in a white dress, I don't think I can shake it. たっちゃん Get a little place upstate, たっ stay ちゃん till the kids all graduate. うん Talk of moving every day, but who are we kidding? We made all our memories here, felt our joys and shed our tears. And when the Holy Ghost appears, he sends me back a few more years. I'll be buried